皆さんおはようございます。 Good morning, everyone. 東京ライフチャーチへようこそお越しくださいました。 Welcome to Tokyo Life Church. これからいつものように礼拝を始めていきたいと思います。 We're going to begin our time of worship now. いつものようにまた賛美から始めます。 And we'll start with praise songs. どうぞ立てる方はお立ちください。 Please stand and sing.
もう一度おはようございます。Good morning, everyone. どうぞ、この気持ちのいい日曜日、今日集まられた方と、挨拶してください。So please greet one another on this great day. 皆さんおはようございます。Good morning, everybody. はい、それではこちらからお呼びください。Please have a seat. はい、今日の礼拝は少し特別でして、子どもたちを祝福する式をこれから持ちたいと思います。So today is a little bit special for our service because we'll be having a time of blessing for our kids. まだ全員の子どもたちはいないんですけれども、でも新しい子どもたちもコロナ禍で、生まれたということもありまして、本当に皆さんで、子どもたちを祝福したいと思います。So not all the kids of our church are here today, but we also, in the last few years in the pandemic, we've had new babies born, and so we want to have this time of praying this blessing over all our kids. おはようございます。Once again, good morning, everybody. 私はこの教会の牧師の一人のコールズミオと申します。よろしくお願いします。My name is Mio. I'm one of the pastors here. もし今日初めて礼拝に来られた方がいらっしゃいましたら、こちらからウェルカムカードのご記入をよろしくお願いいたします。If you're new with us today, we're so glad that you're here, but we encourage you to fill out a welcome card that you can find on this QR code. それでは献金の時間に移ります。This time we're going to have a time of prayer for our offering. 献金は神様が恵んでくださったものの中から一部を主にお返しする礼拝行為です。And this is the part where we respond to God of what He's blessed us with by giving back to Him a portion of that. もうおなじみになりました献金方法は3つございまして、オンライン献金とまた銀行振込、それから子どもたちがライフキッズで作った献金箱へその現金で献金することもできます。So there's three ways that you can give. One is through online giving or bank transfer, and then if you have cash that you wanted to put in the offering box, we have a box that the kids made and Life Kids that is over on the welcome table after the service that you can get. はい、ウェルカムカードの上に、ウェルカムテーブルの上にありますので、はい、そちらからお願いします。それではお祈りします。Please join me in prayer. ハレルヤ愛する天のお父さん、今日もあなたの皆を高らかに賛美します。Heavenly Father God, we thank you for today and we praise you. 先週1週間もあなたは私たちそれぞれの歩みを守り導いてくださいました。God, we thank you for guiding us even through this past week. また今週1週間もあなたは変わらずに私たちを導いてくださることをありがとうございます。God, continue to guide us in this upcoming week. 神様、私たち一人一人がそれぞれ異なるライフステージにいます。And God, you've made each of us in different life stages. 中には独身の者もいれば結婚してまた赤ちゃんが生まれたばかりのもの、それから子供たちが巣立っていったもの、さまざまなライフステージに私たちは置かれています。God, we recognize that there's some around us that are single, married, just have a baby, in different places in life. 神様、そうやって異なるライフステージであったとしても私たちは神にある神として一つとされていること、ありがとうございます。So God, we thank you for where you've placed each of us. どうかお互いのことを思いやり合うことができますように。God, we know that there's all sorts of pressures and burdens on us. どうかお互いのことをケアし合うことができますように。God, may you help us to care for one another. そしてこの外に、教会の外にいる人たちも同じようにさまざまな悩みを抱えていますから、どうか私たちがそこに出向いていって主をお互いのサポートとなることができますように助けてください。And we know that there's challenges all around us outside, but God, may you allow us to care and support one another. そのためにどうかこれから捧げようとしている捧げ物をあなたが祝福し、あなたのために用いてください。So God, as we give this offering, God, may you use it and to be a blessing to those around us. イエス様の名前によってお祈りします。We pray these things in your name. アーメン。それでは聖書朗読を中野さんにお願いいたします。We're going to have the scripture reading now, and Moscow will read for us. 第1コリント7章25節から32節までお願いします。未婚の人たちについて私は主の命令を受けてはいませんが、主の憐れみにより信頼を得ている者として意見を述べます。差し障っている危機の上に男はそのままの状態にとどまっているのが良いと私は思います。あなたが妻と結ばれているなら解こうとしてはいけません。妻と結ばれていないなら妻を得ようとしてはいけません。
しかしたとえあなたが結婚しても罪を犯すわけではありません。たとえ未婚の女が結婚しても罪を犯すわけではありません。ただ結婚する人たちは身に苦難を招くでしょう。私はあなた方をそのような目に遭わせたくないのです。兄弟たち、私は次のことを言いたいのです。時は短くなっています。今からは妻のいる人は妻のいない人のようにしてみなさい。泣いている人は泣いていないかのように、喜んでいる人は喜んでいないかのように、買う人は所有していないかのようにしていなさい。世と関わる人は関わりすぎないようにしなさい。このようなありさまは過ぎ去る方です。あなた方が思い煩わないようにと私は願います。独身の男はどうすれば主に喜ばれるかと主のことに心を配ります。しかし結婚した男はどうすれば妻に喜ばれるかと世のことに心を配り、心が分かれるのです。独身の女や未婚の女は身も心も聖なるものになろうとして主のことに心を配りますが、結婚した女はどうすれば夫に喜ばれるかと世のことに心を配ります。私がこう言うのはあなた方自身の益のためです。あなた方を束縛しようとしているのではありません。むしろあなた方が品位ある生活を送ってひたすら主に奉仕できるようになるためです。Once again, good morning, everybody. Sorry. Once again, good morning, everybody. はい、皆さんおはようございます。 My name is Grant. I'm one of the pastors here. 私の名前はグラントと申します。この教会の牧師の一人です。Oh, that would help. Well, today is a special day as we had this time of blessing our children. 今日は子どもたちを祝福できたということで、とても特別でしたけれども、As children are a gift. 子どもたちっていうのは賜物です。And as a church, our goal is to partner with families to help them grow and follow Jesus. 私たち教会としての目標は、それぞれの家族とパートナーになってですね、それぞれの家族が自分たちのその子供たちがイエス様を愛し従っていくようにできるために一緒に働くことです。So today, my message today may feel completely out of place. ですからちょっと今日これから語ろうとしていることはかなり今までやってきたことからのちょっと大きなジャンプかなと思います。So our focus isn't going to be on children or parenting, but actually on single people. というのも今日のメッセージの中身っていうのは子育てのことでもなく、親のことでもなく、実は独身の人についてだからです。Actually, next week is the young adult retreats that many people will be gone, and so actually the theme next week will actually be about parenting. で、若者たちは来週リトリートに行っていないので、来週その親のことについて話したいと思います。So it may feel like a leap coming from praying for our children. ですからね、子供たちのために祈ったのになぜ独身の話となるかもしれませんけれども、そういう理由です。I was reminded of the scene in this TV show where the single woman is going to the birthday party of her friend's son. であるテレビ番組を見てたんですね。そこでは友達の子供のバースデーパーティーに呼ばれている、女性の話だったんです。She's like, I've given you gifts for your bridal shower, your baby shower, and now this birthday party. でこの独身の女性が不平をそこで言うんですけど、というのも、その友達のブライダルシャワーにも行った、それからベビーシャワーにも行った、今度は子供の誕生日にも呼ばれた。As a single person, where's my gift? Where's my day? 私の独身なのに私の日はないの、私を祝ってくれる日はないのということなんですね。So as a church and society, I realize that we celebrate marriages and births and Mother's Day and other life events. で、教会としてもまた社会全般的にもですね、
結婚を祝ったり、あるいは出産を祝ったり、それから母の日を祝ったり、その他いろんなことを祝うわけなんですけれども、 And we want to celebrate with each of you in these memorable moments in life. でこういった節目節目にみんなで祝いたいわけですよね。 But with that, there can be these unconscious messages that single people may hear or feel, especially in the church. でも特にそういった中で、特に独身の人たちが無意識に、あるいは意識的に聞いてしまったり、あるいは感じたりしてしまうメッセージがあると思うんです。 Even with my sermons, I realize that I might preach more about parenting or marriage than single life or dating. で私自身のその説教の中でも、きっと無意識のうちに子育てのことであるとか、あるいは結婚についてのことを独身での生活のことについてより語ることが多いのではないかと思っています。 So I apologize if anybody felt ignored or taken for granted in our church community. ですから皆さんの中になんか自分がちょっと無視されてるんじゃないか、あるいは軽んじられてるんじゃないかというふうに思われている方がいらっしゃるならば、本当に申し訳ないと思っております。 So my hope is that this message will help us to better understand and care for those who are single in our church. ですから今日のメッセージのポイントは、私たちのコミュニティの中にいる独身者の方たちのことをよりケアする、またより理解するためにあります。 We may be unaware of the comments or attitudes that we have that can impact positively or negatively these people. 私たちは本当に無意識のうちにしている会話であるとか、発している言葉であるとか、態度というのがですね、知らぬ間に独身者の方を傷つけたりしているなんてこともあるわけです。 So looking at Paul's words in 1 Corinthians 7, I want us to understand some of the misconceptions of being single, the gift, the benefits, and the challenges. で今日の箇所ですね、第一コリントの7章においては、独身に関する誤解であったり、あるいはそれがいかに賜物であるか、益があるか、あるいは独身生活のチャレンジなどについて語られています。 There's all kinds of messages that circulate in our society about singleness, marriage, and children. この社会においては、独身に関すること、また結婚に関すること、あるいは子育てに関するいろんなメッセージが飛び交っています。 Because there's a high rate of divorce, there's some young people that just feel cynical, like, I don't want to get married because it just seems like it's doomed to fail. で独身者の中には離婚率も高くなってきている、今日この頃ですので、結婚してもどうせダメになるんじゃないかと結婚そのものに対して皮肉な思いを持っている方もいらっしゃるかもしれません。 I don't want to have kids because I don't want to bring them up into all the problems of our world. 子供も、結婚したはいいけれども子供は欲しくないというのもひどい世の中だから、そういった辛さに合わせたくない。 As if there's once this ideal harmony of life that you were to raise kids. 何か昔は理想的な社会が、子育てに適した理想的な社会があったかのような、そんな思いに駆られるわけです。 Of course, there's a range of opinions on any of these subjects. こうしたことに関しては皆さん様々な意見を持っておられると思います。 I recognize that too often in the church we might idolize marriage and downplay singleness. で教会の中においては、よくですね結婚っていうのを非常に理想的に思って、でまた独身生活っていうのが何かそれに劣ってるような、そんなことを聞かないでしょうか。 I remember coming home for winter break from college to my home church. で私は大学生だった時に冬休み自分の町に故郷に戻ったんですけれども、 Maybe it was out of good intentions, or maybe they're just trying to make conversation, but so often some of the older women in the church would always ask me, do you have a girlfriend? できっとねいい意味を持って、あるいはこの大学生と会話しようというそういう気持ちからだと思うんですけれども、もうちょっと年配の女性たちがいつも私に言うのは、ガールフレンドはできたMy impression is feeling like being in a relationship is so important. でもそこから私が受けたメッセージというのは、交際をしているっていうことがすごく大事なことなんだということです。 Very little was asked of what I'm learning in school or how I want to serve God after I graduate. ほとんどの人は自分が大学で何を勉強しているのか、卒業したら何をしたいのか全然聞かないんです。 And if I felt this pressure in my early 20s, I can imagine how it may feel in my 30s or 40s. もう20代でこんなにたくさんのプレッシャーを受けてるんだから、30代、40代になって独身だったらどれほどのプレッシャーになるだろうかと思います。 I read this man that says, being single in my 40s has felt devastating and at times super awkward.
As the years go by, the feelings, attitudes, and perspectives towards singleness changes. である独身の男性がこんなことを言ったんですね。こう独身で、40代でこう独身であるっていうのはこう非常にこう悲惨であって、また、時として非常に気まずい、年がこう経つにつれて、年をこう取るにつれて、独身というものに対するこう感じ方、考え方、それから態度も変わってくるものだと。There used to be this term that was used in Japan for women called Christmas cake. 昔日本においてはこう女性に対してクリスマスケーキという言葉が使われました。Since Christmas is on December 25th, you would buy the cake beforehand to eat on that day. クリスマスケーキですね。こうクリスマス25日ですので、その前にこうケーキを買うわけです。And so afterwards, it'd feel like it's past its expiration date. それでこう売れ残ったケーキっていうのはもうダメなんですよね。売れ残りです。So as a single girl, it seemed like you have this window to find a partner. ですからこう独身の女性も同じでこう25歳をこう超えるとこう売れ残りこう24歳までの間にとにかく結婚相手を見つけないとっていうそういうプレッシャーにさらされてたんです。The impression it seems is as you wait too long, then you lose your appeal or you lose your value. で待ちすぎると自分の女性としての価値あるいはこう魅力がなくなっていくというそういうメッセージなんです。It's such a wrong and distorted view. 非常にこう誤ったまたこう歪んだ考え方です。I can't imagine how much pain that has to young women, especially their self-image. 特にこう若い女性のセルフイメージにこうどれだけ大きなダメージを与えることでしょうか。Even as the average age of marriage gets older, I'm sure that pressure still lingers. その結婚、初婚のその年齢がねこう上がってきてはいてもそれでもどれほど大きなプレッシャーに女性をさらすことでしょうか。Our culture is changing. もちろんこう文化は変わってきています。In 1995, the average age of marriage was 28 for men and 26 for women. 1995年ではですね、平均初婚年齢は男性では28歳、女性では26歳でした。A couple years ago is now 31 for men and nearly 30 for women. しかし、2019年、数年前はですね、男性では31歳、女性では29.6歳です。In the Asahi Shimbun, I read that a fourth of Japanese men and women in their 30s expressed no desire to get married. そして今ではこの朝日新聞のレポートではですね、男性も女性も全体の4分の1が結婚はしたくないと言ってるんです。And then for those who are over 50 years old, back in the 70s, only 2 or 3% were single. しかし1970年においては、50代以上のこう男女はともにですね、たった 2-3% しか未婚ではなかったんです。And now there's 28% men and 18% of women who are single in Japan. しかし今では男性では 28%、女性では 18% が独身なんです。Clearly, a significant portion of our society and our church is single. ですからこの社会全体を見てまた教会の中を見ても、独身が占める割合っていうのはかなり大きいわけなんですね。I want you to know is that you belong here. ですからこう独身の方がいらっしゃったら皆さんは、その一部なんです。You're not a second-class citizen or less than. 皆さんは二流市民ではないんです。 Another misconception may be that single people they're incomplete. また別のこう誤った独身に対する考え方っていうのは、その独身者は未完である、完全でない。In the movie Jerry Maguire, there's a scene where Renee Zellweger talks with Tom Cruise and says, "You complete me." ジェリー・マグワイアという昔の映画でですね、トムさんがこのレネーさんにあなたは私をこう完全にしてくれるっていうなんかそういうこうセリフがあるんですね。And it sounds very romantic. すごいこうロマンチックに聞こえはしますけれども、 But it's not true. でもそれは誤っています。That puts so much pressure on that one person. というのも、それだけ多くの期待を相手にかけるということなんです。As if without them we can't be whole or we can't be satisfied. その人がいなかったら自分は完全ではなくなると、自分は満たされることがないという。That can put them up as this idol. その相手が偶像化されてしまうんですね。So we might create this fantasy of a wedding or a marriage. 結婚式とかこう結婚そのものに対して、私たちはこういろんな空想をこうしがちですけれども。
once I'm married, then I'll be happy, then I'll be fulfilled. ね、結婚さえすれば私は幸せになる、満たされると思うんです。 That puts too much pressure on what marriage can actually do. でも結婚そのものに対して私たちは期待しすぎるんです。 Joy and satisfaction can't be found exclusively in a marriage. 喜びとかまた満たしっていうのは結婚の中だけに見出すことはできないんです。 Just look at the lives of Paul and Jesus. じゃあ皆さん、イエス様とまたパウルの人生を振り返ってください。 They were both single. 両方とも独身でした。 Something would be wrong if they came into church and feel like they're not quite accepted. もしこの2人が教会の中に入ってきてなんか場違いな思いをしたらそれこそ謝ってますね。 Jesus is the only perfect person to live. イエス様は本当にたった一人の完全な人でした。 Nobody would accuse him of being incomplete or lacking something. 誰もイエス様のことを見て不完全だとかあるいは何かが足りないということはできません。 Author Preston Sprinkle said, "There's good news in a single Savior." プレストン・スプリンクルというある著者がこんな風に言っています。独身の救い主のうちに良い知らせがある。 So Jesus didn't view celibacy as a no to joy and sex, but as a life-giving yes to relationships, to friends, to serving others, and enjoying life to the fullest. イエスは独身を喜びとセックスにノーということとは見なさず、人間関係、友情、そして、人々への奉仕、満たされた人生を送ることへイエスと言い、人々に命を与えることとみなしたのです。 They both live with meaning and purpose. パウロもイエス様も両方が、意図を持ってまた充実した人生を送られました。 So what we find in this passage is being single can be a good thing. ですから、独身であるということはいいことでもあるわけです。 Just as being married can be a good thing. それは結婚しているっていうことがいいことでもあり得るのと同じです。 One is not necessarily better than the other. 結婚しているからその方が勝っているとか、独身であるからその方が勝っているということではありません。 Paul didn't see his singleness as a deficit. パウロは独身でいることを欠点とは思っていませんでした。 He even encouraged others to try to stay single as well. で、彼はむしろその他の人たちに独身でいなさいというふうに奨励するんですね。 In verses 7 and 8 he says, I wish everybody was as I am. 7節から8節のところで他の人たちも私のようであればいいのにと言っています。 For the unmarried, for the widows, it was good for them to stay unmarried. まだ未婚のものであるとか、あるいはやもめたちはもうそのまま独身を貫きなさいというんですね。 Being single wasn't a punishment, but it was good. で独身でいるっていうことは何も罰ではなくてむしろいいことであったわけです。 It says that each of us has received this gift. 私たち一人一人が賜物を受けています。 There's a gift of being single and there's a gift of being married. 独身という賜物かもしれないし、結婚するというその賜物かもしれません。 And that both singles and marrieds might not see that as a gift, but maybe as a prison sentence. 両方とも結婚していようが、あるいは独身であろうともその状態が決して賜物であるというふうに見なすわけではないんですけれども、でむしろ実行判決のように感じてしまう人もおられると思います。 But it's so easy to focus on what we don't have rather than appreciate what we actually do have. 持っていないものにフォーカスして持っているものを軽んじてしまう傾向があります。 We can quickly dwell on our loneliness rather than observe the positive aspects of being single. 独身であることのそのポジティブなことに目を向けるのではなくて寂しさにフォーカスしがちです。 We can rob ourselves of truly enjoying and making the most of this opportunity in this season because we're consumed with what's lacking. 何が欠けているか、そこの方ばかり見ていてですね、本当に十分に人生を楽しめないでいる、そんなことがあるかもしれません。 So whether this is just a season in your life, it's important to embrace this gift that God has given you. これが今だけのシーズンかもしれませんけれども、でもその独身ということをフルに受け入れて、本当に充実な生活を送るっていうのは非常に大切なことです。 It doesn't mean you don't have longings for a relationship. だからといって交際したいとか結婚したいという願望を持っちゃいけないとかそういうことではありません。 But this discontent can lead us to dark places of jealousy, bitterness, even anger towards God.
でもそこでこう満足されてない、その願望が満たされていないということで、それがこう非常にこうダークな思いにつながっていくことだってあるわけです。例えば嫉妬であるとか、苦い思いであるとか、神様への怒りといったものです。Imagine this, for some single people, it feels like God has forgotten about them. ね、こう独身のこう方の中には、ああ、神様は私のことを忘れてしまったんだというふうに感じる方もおられるかもしれません。That's not what the Bible teaches. しかし、聖書はそのようには語っていません。Being single or being married, they're gifts. 独身であることも、結婚しているということも、両方が賜物なんです。And they both bring different opportunities to honor God and to love others. そしてこうどの状態にあってもその両方で、私たちはこう他の人たちにこう仕えていくこうユニークなこう機会が与えられているんです。So there are benefits of being single. ですから独身であることのこう利点っていうのはたくさんあります。We unpack some of those of the verses that we were just reading in chapter 7, verse 25 to 35. じゃあ25節からこう35節にその利点っていうのがこう書かれているんですか。He qualifies to say that this is more advice rather than these are commands to follow. でこうパウロはここで、これはこう神からの命令ではありません、神からの命令ですとは言ってないんですね。むしろこう私個人の、アドバイスですよと言ってるんですが、Think of Paul as this caring pastor who's just trying to give you good counsel. パウロはこう良きこう牧者としてですね、良い助言をしようとしているんです。Life is hard whether you're single or you're married. Life is full of challenges. 人生というのは大変です。結婚していようが独身であろうが関係なく人生というのは大変なんです。So he encourages people to stay single if possible. だから、独身のままでいられるならばぜひそのようにしてくださいとパウロは言うんです。If you're engaged, then continue to get married. If you're already married, then stay in that relationship. 婚約しているならばぜひそのまま結婚してください。結婚しているならばそのまま結婚を貫いてください。He's saying those who are married will face many troubles in life. そしてこう結婚している者は、多くの苦難に遭いますとあるんですね。Except us. 私たちはその例外で使ってるわけですけど。We can laugh about that. はい、笑ってください。Those who are married, you don't need to say amen to that. 結婚してる方は、あーって大きな声で言わなくていいですよ。But it's important that nobody's under this illusion that marriage is just going to be easy and fun all the time. でも結婚していればもういつもこう楽だ楽しいとかそんなことは決してないんです。It definitely has its own benefits. 結婚していることでこう利点はあります。But living with another person, raising a family, they bring many challenges. 他の人と一緒に住むということ、またこう家族をこう養うっていうのは、それなりにチャレンジがあるんですね。For some of our marriages here, we have extra complexity of living in a different country or marrying of a different culture. またこのコミュニティの公開コミュニティの人は特にですね、さらに大きなチャレンジがあって外国に住んだりとか、また異文化の人と結婚してたりするんです。These are more reasons that we need our church community to walk together and to care for one another. だからこそ私たちはお互いをこう必要としても一緒にこう歩んで互いにこうケアし合うということです。Another benefit of being single is our freedom. またもう一つのこう独身のこう利点っていうのは、自由ですね。It says a married man is described as having this divided heart and mind. で結婚しているこう男性人っていうのは、その2つの心がこう分かれ分裂してるんですね。So a good husband will honor God by caring for his wife and his family. 良いこう夫っていうのは、自分の家族のこと、また妻のことを思います。But our ability to serve God will look different whether we're single or we're married. ですから、独身の人、また結婚している人で、どんな風に神様に仕えるかっていうのはその形が変わってくるんです。Single person is free to devote more of their time wholly to God and to other people. その独身の方っていうのはやっぱりこう自由にもう自分の時間をこう自由に使って主に使えることができます。Part of this is the idea behind nuns and monks of being celibate. だからこそ、修道院また修道女は、独身の貫いたんですね。They can give themselves fully to serving God and caring for others. 神にこう自分のすべてをこう用いて使える、また周りの人たちに自分のすべてを用いて使えることがそれでできたんです。I remember when I first moved to Japan and began language school, and I was starting at the same time as this other single missionary woman, Holly.
私最初に宣教師として日本に引っ越してきた時に、語学学校に行ったんですが、クラスメートにホリーさんという人がいました。I remember as I came home in the afternoon from school, I would need to help out watching Allie or helping out around the house. で、私は学校から帰ってくると、皆さんの家事の手伝いとか、あるいは子供が家にいたので子育ての手伝いをしたりしました。Making dinner, changing diapers, putting her to bed. で、夕飯を作ったり、あるいはおむつ替えをしたり、また子供を寝かしつけたりしました。I might be so exhausted that I couldn't really study my Japanese once I got home. ですからもう家に帰るともうクタクタで、もう本当に宿題をするとか復習をするとか、そういう時間が取れないでいました。As a single woman, my friend Holly was able to focus more on her study. しかしホリーさんは独身だったので、その午後の夜の時間を十分に日本語の学習のために使うことができたんです。I'm sure her linguistic ability also played a role, but she was able to pass me so quickly. で、彼女はもともと語学的な才能があるっていうのもありますけれども、でも自分の時間を十分に語学のために使うことができるので、もうずっと先を越されてしまったんですね。I have no regrets because I did the best that I could in that situation. 私は後悔するところはありませんけれども、というのも、その時のベストを私は尽くしたわけですから。But it's just a simple example of our divided attention. でも注意がいろんな方向にそれる時っていうのは、そうなってしまう、その一例ですね。Right? People constantly have to make decisions of how they sacrifice or how they use their time all between work and family and their hobbies. で、私たちは家族との時間、また仕事への時間、自分の興味への投資するそういう時間、その中でいろいろとアテンションがいろんな方向に向かうわけです。For those who are single, you have this unique opportunity to live more wholeheartedly for God. しかし独身の方はその時間を全て用いて神様のために十分献身することができます。And the flexibility in your schedule to prioritize relationships. また人間関係を優先するためにいろいろとスケジュールに融通を利かせることができます。Maybe more margin to serve God. また神様に仕えるための余白がより多くあります。Don't waste this gift. ですからその賜物をぜひ無駄にしないでください。 Nobody knows how much time we have in our life. 私たちどれだけ生きるか誰にも分かりません。 So make the most of where you are in this season. ですからこの今のシーズン、皆さんが置かれているそのところに立ってぜひそれを有効に活用していただきたいと思うんです。 We love all the babies in our church, the new babies. 私たちはね、今日赤ちゃんたくさん見ました。本当に可愛いです。 As you can imagine, this puts these young families in a unique season. でもこの家族たちは非常にユニークなシーズンに置かれています。 So it's amazing to see the complexity of one serving, one's coming late, all these things of how nap schedules, of serving God, caring for your family, caring for a young one. で今こうしたご家族たちはですね、お互いに赤ちゃんを抱っこし合いながら、それでも一生懸命奉仕したりとか、あるいは子供の昼寝のスケジュールなどがあってですね、それに合わせて家に帰らなきゃいけないとか、いろいろ複雑です。 So serving God in this season might look a little different than other times. ですから彼らにとって今このシーズン神様に仕えるその使い方っていうのは独身であった時とはまた違うものですね。 Wherever you are, be there. でも皆さん置かれたところでそのベストを尽くしてほしいんです。 Focus on what you have instead of what you don't have. 自分の持ってないものではなく持っているものにフォーカスしてください。 That's true for all of us. それは私たち全員に言えることです。 Whether you're single, you're married, you have young kids, you're retired. 独身であっても結婚していても、小さな子供がいる方たちであっても、あるいは退職していても、 God's invitation is to see the gift that you've been given, whatever your situation. どんな状況であっても皆さん置かれたそれぞれのところで受けているその賜物にフォーカスしてほしいんです。 So Paul reminds us there's many benefits of being single. パウロは独身であることの利点をたくさん挙げますけれども、 There's also many challenges that you may feel or experience. でもそれと同時に独身でいることのチャレンジというのもあります。 Even as you learn to find contentment as a single person, you might still battle loneliness or have this longing to be married. どんなに満たされようと、独身でいることを受け入れて満たされようとしていても、でも寂しさがあったり、結婚したいなというそういう思いがあるかもしれません。 This is fine and this is normal.
でもそれは当たり前のことであって、それはいいことなんです。God welcomes us to bring all our prayers to Him. 神様は私たちがもう私たちの望んでいること、祈りのその全てを主の前に注ぎ出すことを望んでおられます。 You're free to honestly express your frustrations, your longings, your feelings. ですから私たちはもう自分の気持ちを、またフラストレーションを、その望みを全て主にぶつけることができます。 I recognize the real challenge of also finding a spouse here in Japan. 確かにこの日本においては配偶者を見つけるというのは非常に難しいです。 At the end of the chapter, Paul gives some more pastoral advice. でこの章の最後の方でですね、パウロは、牧会的なアドバイスを与えるんですけれども、 And he's speaking to widows who've lost their spouse, and he says, you're free to remarry, but he encourages them to marry another believer. でここで彼が言うのは、やもめたちはもちろん再婚することはできますよ、けれどもできれば信者と結婚しなさいと言うんです。 This is guidance out of love, not as a restriction. これは愛を持っての助言であって、決して制限ではないんですけれども、 Especially in a nation where there's only 1% Christian, I realize this is a dilemma. 特にこの 1% しかクリスチャンがいないこの日本においては非常に大きなジレンマだと思います。 It might be tough to find a great person, let alone another Christian. で素晴らしい人に出会うっていうことだって難しいのに、素晴らしいクリスチャンに出会うなんてもっと難しくなります。 And God can redeem any relationship, but there's wisdom of avoiding unnecessary difficulties in a marriage. しかし不必要な困難を回避するということは、もちろんいろんな結婚関係を神様は救うことはできますけれども、でも不必要な困難を避けることは大切です。 I like this image of like a foundation for a home for marriage. 結婚っていうのは、ある種家の土台のようなものですね。 To build a solid home, you want to have a level and solid foundation. 確かな強い家を建てるには、強いまた水平な土台が、確かな土台が必要となります。 If it's cracked or if it's slanted, you're eventually going to have problems with your home. もし土台が割れてたりとか、あるいは傾いてたりしたら、その上に建てる家もきちんできたりします。 You're building this life together on some kind of foundation. 私たちはどんな結婚でも何かの土台の上にその結婚を建ててるわけですね。 Is it firm or unstable? それは確かなものでしょうか、あるいは不確かなものでしょうか。 Marriage is tough for any two people, but especially challenging if you're going in different directions. 結婚っていうのは誰にとっても難しいものなんですけれども、でももしその2人が違う方向を向いてた時に非常に難しくなります。 Marriage is more than just attraction to a person. 結婚っていうのは相手に惹かれていること以上のものが必要です。 More than just your income to take care of you. 収入によって養ってもらえる以上のことですね。 Attraction and compatibility are important components. 惹かれ合うということ、また性格が合うっていうのは大事なことかもしれませんが、 I encourage you to think about their faith, their expectations, their goals, their plans for children, the respect that they might have. でも信仰であるとか、また何を一緒に期待するのかとか、結婚の目標、子供はどうするのか、互いを尊重するっていうこと、そうしたことについて考えることをお勧めいたします。 As two become one, are you moving in the same direction? で2人のものが一体となるときに同じ方向に進んでいるのかどうか。 Are there similar values and priorities? 同じような価値観があって優先順位があるのか。 Where does God fit in your life? 神様はその結婚の中でどこに位置するのか。 So marriage is this lifelong commitment. 結婚というのは、生涯かけて築き上げていくものです。 Not something to rush into. 何か急いで決めるようなものではありません。 Somebody once said it's better to be single and lonely than married in misery. ある人がこんな風に言いました。結婚して惨めでいるよりも独身でいて寂しい方がいい。 And for those who are married with non-believing spouses, Paul also gives some advice for them. で私たちの中には未信者と結婚しておられる方もいますけれども、そうした人たちのためにパウロは別のアドバイスを与えています。 It says if your spouse is willing to stay, then work at your heart to be devoted to that marriage. でもしその配偶者が、その結婚を貫きたいと思っているならば、そうするべきだと。 Honor your vows and care for them. でその結婚のその制約を守って、で相手のためにケアするためだ。 Be a light to your family. 家族において光とあるべきだ。
Your influence might bring them closer to God. で皆さんの影響があって、そして相手が神様に近づけられるかもしれないわけです。I want you to know that you're not alone here in this church community. でもそれがまさに皆さんであるならば、皆さん一人ではありません。 We hope that you're able to find real community to share honestly and feel supported. どうかそういった方々はですね、このコミュニティの中で本当に正直にその思いをこうシェアし合って、またお互いにこう支えられるような、そういう場をこう見つけてほしいと思っています。 Being single can be a gift and a unique opportunity to live for God. 独身でいるということは賜物となり得、神のためにこう生きるユニークな機会を与えてくれます。 As Jesus was comfortable being single, then so should we. もしイエス様が独身で、良かったのであるならば、私たちもそうであってあるべきなんです。 Will it be easy? じゃあそれは楽でしょうか？ No, but nothing in life is easy. Being married is not easy always. いえ、違います。何も人生において楽なことっていうのはありません。結婚だって楽ではありません。 Raising kids brings its own challenges. また子育てだってチャレンジがたくさんあるんです。 But like Jesus and Paul, they saw unique opportunities to live for God. イエス様もまたパウロも独身でいることに対して本当に多くの機会を見出しました。神様のために献身する、そういうユニークな機会です。 One of my pastoral heroes is a man named John Stott who passed away a couple years ago, who was pastoring a church called All Souls in London for many years. 私の憧れの牧師の一人にジョン・ストットさんという人がいるんですけれども、彼はロンドンのオールソウルズ教会という、そこで牧会されていてですね、ちょっと前に亡くなられました。 He remained single his whole life, dying at the age of 90. 彼は90歳で亡くなるまで生涯独身を貫きました。 He was able to devote himself serving God, of writing 50 books. He was the chaplain to Queen Elizabeth. He trained preachers all over the developing world. 彼は独身だったからこそ、自分の人生のすべてを主に捧げて50冊もの本を執筆し、またエリザベス女王のチャプレンとしても仕え、さらに発展途上国の説教者を訓練しました。 Being single was this gift that allowed him to travel, pour into all these young leaders around the world that he could do more freely as a single person. 独身だったからこそ、もう世界中を旅して回って、そして若いリーダーたちに自分を注ぎ込むことができたんです。 His life wasn't incomplete, but God used him in wonderful ways. 彼の人生は不完全であったのではなく、神様はその独身というその状態を非常にパワフルに用いられました。 Marriage isn't the only path to contentment. 結婚だけが人生における満たしの道ではないんです。 Remember to focus on what you have in this particular season. ですから今このシーズン与えられているその賜物にフォーカスしてください。 Last week at Yuki's baptism, I prayed that Yuki would feel that he's a part of God's family and we would build him up. 先週のゆうきくんの洗礼式において、私たちはゆうきくんが神の家族として本当にゆうきくんを神の家族として私たちが愛すること、また彼を神の家族としてみんなで称え上げることを祈りました。 And then I prayed that Yuki would also love God's family and build us up too. またそれはゆうきくんにも言えることで、ゆうきくんも神の家族である私たちを愛して、また私たちを称え上げるようにということを祈りました。 This is true whether you're single or married here. You're part of God's family. 独身であろうとも結婚していようとも、皆さん同様に神の家族なんです。 We rejoice with those who rejoice, we mourn with those who mourn. 私たちは喜ぶものと喜び、悲しむものと悲しみます。 The beauty of the community is that we can learn from each other. このコミュニティの美しさっていうのは、私たちは互いから学び合うことができるということです。 Younger people can gain wisdom from those who are a bit ahead of them. 若い人たちはもう少し年配の方々から知恵を得ることができます。 Families are blessed by the single people who are caring for their kids, especially in life kids. また家族層はですね、独身の人たちがライフキッズでも一生懸命使えてくださってますけれども、そういったところから多くの祝福を受けています。 Or leading us in worship. またワーシップチームでも独身の方々が活躍してくださっています。 We're all care for one another. 私たちは互いに互いをケアし合うように召されているんです。 For those who are married, I hope this is giving you a bit more awareness of the challenges and pressures of being single.
結婚している方は独身の方が抱えているユニークなチャレンジ、またプレッシャーに目を向けてほしいと思うんです。Prayer is that everybody would feel loved and welcomed here. すべての人が愛され、また受け入れられていると感じてほしいんです。That God may free us from any hurtful attitudes or comments that have hurt people. どうか独身者が無意識の邪霊を意識的に傷つくようなコメント、あるいは態度から解放されてほしいと願っています。That we can be this community that connects across the different generations of people. そして世代を超えて人々が皆行き交うことができるようになってほしいと思うんです。I really admire the examples of Andrew and Amy Powell and Chesson and Youngmi who so poured into our young people. 私たちのコミュニティの中のエイミーさんやアンドリューさん、またチェソンさんやヨミさんもいつも若い人たちに注いでいますね。Inviting them to their home. で自宅に招いて、I remember like Chinese New Year's parties together. 旧正月を一緒に祝ったりとか。That's a beautiful expression of being a family. 本当に家族であるということのすごい美しい表れだと思うんです。So they're able to model the Christian life and model family to them. それによってクリスチャンとしての人生がどんなものか、あるいは家族であるということの人生がどんなものかっていうのを若い人たちに示しておられるんです。Being single can be a gift and a unique opportunity to live for God. 独身でいることは賜物となり得、神のために生きるユニークな機会を与えてくれます。Amen. アメン。皆さん、あと2曲賛美したいと思います。どうぞ立てる方はお立ちください。We're going to sing two more praise songs, so please stand if you can. Yes.
receive the benediction. 私はどんな境遇にあっても満足することを学びました。私は貧しくあることも知っており、富むことも知っています。満ち足りることに飢えることも、富むことにも乏しいことにも、ありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私を強くしてくださる方によって、私はどんなことでもできるのです。Philippians 4 says this. Not that I'm speaking of being in need, for I've learned in whatever situation I am to be content. I know how to be brought low, how to abound in any and every circumstance. I've learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and need. I can do all things through Him who strengthens me. アメン。ではお座りください。報告がいくつかございます。Please be seated for a few final announcements. はい、本日は初めて第1、第2礼拝を試したんですけれども、この後11時半から第2礼拝がございます。So today we're trying out 2 services, so that's why we start a little bit early, and so we'll have this time in between of 11 to 11:30 where some people will be coming and we can have fellowship time. 普段はちょっとお茶菓子を用意するんですけれども、今日はちょっと初めてということもあってですね、今日はお茶菓子は用意しないんですが、お帰りになるときは左側通行でお願いいたします。Normally after the service we'll have drinks and snacks, and so just as we're testing out things, we're not going to have that today, but as you do leave, please stay to the left as people may be coming up. でもこの場所は2時半まで使えますので、もしグループであるいは公式でなくてもいいんですけれども使いたいという方がいらっしゃいましたら2時半までここ使えます。And then we have this space rented till 2:30, so there's some groups that might be meeting after the second service to gather as a life group. でまた来週ですけれども、もう何度も言ってきましたリトリートが、若者のリトリートがあります。And then next weekend we'll be having our young adult retreat. はい、今現在奉仕者も含めて17名の方がサインアップしてくださっています。So we have about 17 people going this time. 普段教会に来ていないけれども、これを機にですね、初めてクリスチャンコミュニティに参加される方もいらっしゃいます。So it's great of having even people that are new to the church and being able to be in community and enjoy that time away. 皆さんの中でまだサインアップしてないけれども行きたいという方がいらっしゃいましたら早めにお申し込みください。If you haven't signed up, please talk with us quickly if we can add some final people. はい。また若者は赤城にいるんですけれども、心の若い者はこちらで礼拝をします。So for those that will be going up there, we'll be having our normal service here. So please join us if you're not going away next week here for the service. はい、来週は1回だけなんですね、礼拝は。でもその後に大人食堂を行います。So it'll be just one service next week, the normal time of 10 o'clock, and afterwards we'll be having our homeless bento distribution. ちょっとごめんなさい、スライドがないんですけれども、その翌週の11月20日の日曜日はこの教会に何回か来られて、ここにやっぱり収まりたいなっていう方もいらっしゃるかと思いますので、そうした方々のためにこの教会がどんな教会なのか、どこからやってきてどういったところに向かっていくところなのか、非常にリラックスした雰囲気の中で一緒にご飯など食べながらですねお話できたらと思います。そのビジョンギャザリングと呼んでるんですけれども、そちらを11月の20日の礼拝後に行います。We don't have a slide for it, but on the 20th, so in 2 weeks from now, for those who are newer to the church, we are having our what we call our vision lunch, which is a time after the service to get to know us, for us to get to know you, ask questions and learn about the history, kind of what we do, how you can get connected. And so if you'd love to be a part of that, please just talk with us. We'd love to have you there and find ways of feeling more connected to our church. また11月26日の土曜日ですね、コネクトグループが行われます。And then at the end of the month on a Saturday, we'll be having the Connect group for young people. 特に若い帰国者の方々向けなんですけれども、11月26日土曜日午前10時からロベルタさんのご自宅でバーベキューなどもしながら楽しくこの帰国者たちとの関係を築いていきます。So it'll be a barbecue at Roberta's house, and so if you're interested, please talk with her or talk with Keisuke. またどんな帰国者でもいいんですね。2ヶ月だけアメリカに行ってましたとか何でもいいんですけれども、
少しでもこれ英語で少し行ったりもするんですね。日本語も交えて。なのでお近くにそうした方がいらっしゃいましたら、ぜひ圭介牧師の方にお知らせください。So this is a great chance for those, especially who have studied abroad, as they come back, they want to practice some English or practice Japanese or to just connect with others who have been in similar situations. It's a great gathering. So if you know people or students to get connected to this, please talk with Pastor Keisuke. はい、27日の日曜日は2回また礼拝を行います。そして、この会場も2時半まで使えますので、ライフグループなどのリーダーの方はちょっとインプットしておいていただければと思います。And then the final Sunday of the month will be again trying out 2 services, and then we'll have life group time after the service till 2:30 as well. また来週詳しくお知らせしますけれども、もう12月に入りますと、12月4日最初の日曜日の午後は、子どもたちのためのアウトリーチが行われます。And then on the first Sunday of December, we'll be having our kids' Christmas outreach. 午後この場所になりますので、予定に入れておいてください。And so please keep that in mind and start thinking about, we'll give more details so you can invite friends. はい、報告は以上になります。That's all the announcements for today. 本日は東京ライフチャーチの礼拝にお越しくださりありがとうございました。Thank you so much for joining us today for worship.